どうも、おはこんばんちは、えそらです。今回の内容の流れです。ということで、棒が穴を押し広げながら入るやり方です。これを覚えると、あれがあれに入る表現なんかも、バッチリできるようになります。今回も私が一肌脱いで解説を、と思いましたが、さすがにそれはまずい気がするので、今回は本当に棒と穴を用意して解説します。まあ、今見てるのはイメージというか、こんな感じの時に使えるよ、っていうやつです。それでは行きましょう。今回はあまり具体的に表現してしまうとアウトなので、まずは簡単な形状で穴を用意します。ブレンダー起動時に最初からあるこのキューブを利用しましょう。棒が入るので適当に長くしておきます。次に適度に細分化をします。ミラーで作成した方が楽なので、半分消してミラーモディファイヤーを追加します。入り口の形を簡単に作ったら、穴となる面を中に追加します。サブディビジョンサーフェスも追加しておきましょう。そしたらこんな感じにボーンを2つ親子付けせずに配置します。このボーンを細分化すれば穴の中までよりリアルに押し広げれますし、上下や斜めにも配置すれば広がり方もより繊細に表現できますが、今回は説明用ですし2つで十分でしょう。そしたら穴とボーンを空のグループでペアレントしてレートペイントをします。穴の入り口から穴の中まで塗っておきます。これでボーンを動かすと穴が動きますが、こんな風に動きがおかしかったらモディファイヤーをかける順番を変えれば OK です。これで穴の準備は完了です。次に棒を用意します。シフト+Aから円柱を追加します。これを穴の前に配置してから棒の形を整えます。ただ伸ばすだけでも良いのですが、動きも分かりやすくなるので棒にも少し表情をつけておきます。こちらにもサブディビジョンサーフェスを追加しておきましょう。これで棒の準備も完了です。次はボーンにウイグル2の設定をします。ボーンを選択してポーズモードからアニメーションタブを開きます。ボーンヘッドもテールも動いてほしいので、ボーンヘッドとボーンテール両方にチェックを入れます。もしここでボーンヘッドの項目がない場合は、ボーンが親子付けされていると思います。ボーンを細分化して連結している部分はそれで良いのですが、私と同じように2つだけのボーンでやる場合は、親子付けは必要ないので切っておきましょう。今回の場合、基本的にはボーンヘッドとボーンテールは同じ設定で問題ないので、各指数値やコリジョンのターゲットは同じにしておきます。コリジョンのターゲットに先ほど作成した棒を選択したら、一旦各指数値はそのままでも OK です。もう一つのボーンにも同じ設定をしたら、一度動きを見てみましょう。棒を穴に刺してみましょう。再生ボタンを押してから棒を穴に向かって移動してみます。おっと、失礼しました。多少広がりが甘いとはいえ、しっかり棒が穴を押し広げて入りましたね。穴のメッシュがあると分かりづらいので、ボーンと棒だけで動きを確認してみます。棒を抜き差しすると、ボーンが少し暴れているのが分かります。これを抑えるためにボーンコンストレイントを追加します。ボーンを選択してポーズモードに入ると、ボーンコンストレイントタブがあるのでここで追加します。結論を言うと、位置制限と回転制限を追加すれば OK です。今回みたいな穴は、左右にのみ広がれば良いので、テールに回転制限をかけ、ヘッドに位置制限をかけます。今回はこんな感じに設定してますが、サイズ感によっては数値が変わったり、ボーンの配置向きによっては制限をかける軸が変わると思うのでご注意を。制限をかけた状態で動かすと、こんな感じにボーンの動きは安定します。あとは穴の押し広げられ方を調整するために、ウイグル2の各指数値を調整します。今回はこんな感じに設定してみました。これでジュポジュポ出し入れされる穴ができましたね。ちなみに穴の入り口だけ動きがつけば良いという方は、ウイグル2もボーンコンストレイントも、テール側のみ設定して、ヘッド側は設定しなくても良いと思います。最後に棒の出し入れを鑑賞しながら、なんかすでにアウトな気がしないでもないですが、これ以上どうすれば良いのか分かりませんね。実はこういうもののやり方ってあんまり参考になるものが見つけれなくて、自己流でやってるんですが、プロはどうやってるんでしょうね。クロスシミュレーションとかでやった方がよりリアルになると思いますが、処理が重くなりそうなのでボーンでのやり方となりました。それはさておき、せっかく作った動画が YouTube に拒否されないことを祈ります。
ちなみに Uighur2 のインストールから使い方までしっかり解説した動画も以前にアップしています。今回の動画で Uighur2 の部分で少し分かりにくい箇所があった方はこちらの動画も参考にしていただけるとそのあたりスムーズに理解しやすいかと思いますのでよろしければご視聴ください。概要欄に動画のリンクも貼っておきます。今回の動画はいかがだったでしょうか。少しでもお役に立つことができていれば光栄です。コメントや高評価していただけると今後の励みになってとても嬉しいです。チャンネル登録なんてしてもらえたらさらに喜びます。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまた会いましょう。